1944年、昭和19年7月、北マリアナ諸島の要衝サイパン島陥落。米軍は占領した飛行場の大幅拡張工事を進め、大型戦略爆撃機の離発着を可能とさせ、B29配備を急いだ。1944年11月24日、サイパン島から出撃した B29 が東京上空に現れた。日本高射砲による攻撃は高高度を飛行する敵機にほとんど届かず、多くの迎撃機もまたその高度まで達しなかった。B29 はわずかな損害だけで艇と空襲を済ませ、海上に離脱していった。3日後、11月27日、陸軍共同航空軍はサイパン島に特殊部隊を送り込み、撃墜困難な B29 を地上で破壊・殲滅する作戦を立案。挺身集団に特殊部隊の編成を命じた。編成の命令を受けた川島慶吾大佐は、挺身第一連隊から挺身集団発足から在籍し、破壊工作に熟練した工兵主体の第4中隊を指揮する中隊長奥山道郎大尉を指揮官候補に挙げた。挺身第一連隊長の山田秀夫中佐は、特別攻撃になることから奥山大尉に作戦の意義から語り始めた。奥山大尉は任務が敵中切り込みの特攻攻撃になると理解すると、山田中佐の言葉を遮り、指揮官は私がやりましょうと自ら申し出た。特殊部隊の人数は共同航空軍から120名と指定され、奥山大尉の第4中隊とほぼ同数であったが、他の中隊から40名が合流。その中から特殊部隊126名が選ばれ、残った隊員で第4中隊を存続させた。1944年12月8日、特殊部隊は陸軍挺身練習部のある宮崎から兵庫県豊岡に移動。奥山大尉は隊員に任務の詳細を明かし、部隊はスメラ隊と命名された。豊岡では B29 の原寸大模型が作られ、機体胴体に帯状爆薬を巻いての破断、絵付き爆薬を主翼仮面に付着させた爆破訓練など、破壊工作の技術に磨きをかけた。日本軍は陸軍中野学校で教育を受けた諜報員を南の島々に配置。残地諜報員と呼び、連合国の侵攻後も同地にとどまらせ、情報収集を行っていたが、サイパン島守備隊玉砕後はサイパン島からの情報が途絶えた。敵情を必要とした大本営は中野学校卒の諜報員を空挺隊に加え、サイパン島に潜り込ませる計画を立てた。中野学校は通信担当2名を含む諜報員10名を選抜。任務秘匿のままスメラ隊は136名となった。スメラ隊に合流した諜報員は奥山大尉から、貴様らは何ができるのだと質問された。大したことはできませんと答えると、忍術でも使えると思ったがダメかと奥山大尉は気さくに笑ってみせた。スメラ隊の隊員は全員が柔道・剣道有段者で、練度の高い訓練に合流した諜報員は、こんなたくましい兵隊が日本にいたのかと驚いた。諜報員のエリート意識は盛況な隊員、指揮官の人柄で吹き飛び、スメラ隊の結束は強まっていった。訓練中、たびたび訪れた航空軍参謀は、死に急ぐな、ゲリラ戦をやれと指示を繰り返したが、奥山大尉は気に留めない様子であった。大尉は何かを察してか、後のことはお前らに任すと諜報員に声をかけた。地上 4.5 メートル、B29 の爆破訓練は3種類の爆薬で行われた。
大型機の爆破は困難を伴ったが、鍛えられた隊員は徐々にコツをつかんでいった。しかし、爆薬の一つ、越気爆薬の工作は吸盤の具合から不安を残した。隊員からは爆薬ごと自爆しようという意見が出たが、奥山大尉は一人最低5機はほふれと命じ、自爆を却下した。スメラ隊空輸任務はサイパン島空襲を行ってきた第三独立飛行隊が命じられた。サイパン爆撃任務では百式司令部偵察機の爆撃機改造型を使用してきたが、今作戦では97式重爆撃機を使用することになった。スメラ隊は空挺部隊であったが、落下傘降下ではなく、輸送機ごと米飛行場に強行着陸、破壊工作を行う計画だった。敵中に強行着陸すれば、飛行隊搭乗員も玉砕は避けられず、搭乗員の士気は上がらなかった。第三独立飛行隊は撃墜した B29 から入手した取扱説明書で操作方法を覚えさせ、敵 B29 を奪取し、帰還すべしと任務を追加した。危険で困難な作戦だったが、任務が追加されると、搭乗員の士気が一気に向上した。1944年12月、共同航空軍は第6航空軍に改編され、スメラ隊も第6航空軍指揮下に移行した。1945年1月、スメラ隊はサイパン島出撃基地の浜松飛行場に移動した。第6航空軍は同地でスメラ隊を儀列空挺隊に改名した。決行が近づいた儀列空挺隊の士気と練度はさらに高まっていった。1月17日、儀列空挺隊は遺品、遺書、遺髪を託し、出撃準備が整った。しかし、サイパンへの中継基地、硫黄島が敵の激しい空襲にさらされ、出撃待機を22日まで続けた後、作戦は延期となった。空挺隊員は目標を失い、訓練を再開しても士気は上がらなかった。隊員は毎日美食して過ごす自分たちをグレス食べ放題と呼び自重した。1月27日、儀列空挺隊は古巣宮崎に戻った。1月30日、米軍の硫黄島侵攻の可能性が高まり、サイパン攻撃は正式に中止となった。2月16日、米軍が硫黄島に上陸、地上戦が始まった。儀列空挺隊は3月19日または20日の硫黄島千島飛行場突入が命じられた。空挺隊は宮崎から茨城県の西つくば飛行場に移り、出撃準備を整えた。硫黄島の敵は小型戦闘機が多く、急遽小型機の破壊工作の訓練が始まり、手榴弾、爆雷を使った小型機爆破技術を習得した。中野学校の諜報員は、硫黄島では残地諜報もゲリラ戦もできないため、儀列空挺隊に参加する意味がなくなったが、黙って命令に従うことにした。しかし、硫黄島の戦いは終盤を迎え、戦況悪化で千島飛行場突入も中止された。1945年4月1日、沖縄に連合軍が上陸し、硫黄島に次ぐ地上戦が始まった。沖縄防衛の陸軍主力第32軍は、ペリリュー島、硫黄島に倣い、宜野湾以南で持久戦の態勢を取ったため、北飛行場、中飛行場は初日に米軍に占領された。大本営では、5月下旬予定の菊水7号作戦で、儀列空挺隊による沖縄本島敵飛行場への空挺特攻作戦、儀号作戦を予定。空挺隊を西つくばから熊本県軍飛行場に移動させた。
参謀本部は空挺隊輸送機として97式重爆撃機12機、敵飛行場夜間爆撃機として4式重爆撃機12機、99式総発軽爆撃機10機の投入を命じ、海軍第5航空艦隊司令長官宇垣まとめ中将は義号作戦のため一式陸上攻撃機17機、銀河13機、護衛の夜間戦闘機12機の投入を決定した。4月中旬、米軍の占領した飛行場の強化が進んでいた。地上部隊は銃砲による砲撃、陸軍航空隊は重爆撃機攻撃、海軍航空隊は不要部隊の夜襲など米軍飛行場を攻撃し続けていたが、飛行場の機能を奪う損害を与えることはできなかった。第6航空軍司令官菅原道夫中将は儀列空挺隊投入の機会と捉え、沖縄本島敵飛行場への空挺特攻作戦義号作戦の許可を大本営に求めた。しかし大本営は回答を先延ばしにした。5月、沖縄の敵飛行場は対空設備が強化され、多数配備された敵戦闘機で制空権が奪われ、多くの特攻機、爆撃機の被害が増大した。5月2日、義号作戦の準備命令がやっと下ったが、作戦命令はまた先延ばしとなった。5月3日、これまで持久戦で地味ながら効果的な戦闘を続けていた第32軍司令官牛島満中将は大本営の催促と張勇参謀長に押され攻勢に転じたが、高級参謀江原博道大佐の予想通り大損害を被り、弾薬も大半を消費してしまった。大本営では見込みの薄い沖縄に陸軍最精鋭の儀列空挺隊を投入するのは惜しい、本土決戦のために温存しておこうという空気が流れ、さらに時が費やされ、沖縄の戦況は悪化していった。5月17日、第6航空軍の働きかけで大本営はやっと義号作戦を認可した。しかし、いざ許可が下りると、第6航空軍は態勢のけしかけた沖縄への投入に躊躇した。空挺隊員はスメラ隊に選抜された時から特攻を覚悟していた。滞在した各基地でもその任務から厚遇され、見送りを何度も受けた。奥山隊は精鋭で編成されながら戦局の悪化を眺めてきた自分たちに、最後を飾る戦場が与えられなければ国民国家に顔向けできないと漏らしていた。菅原中将は隊員の境遇、心中を考え、死に場所を与える決断をした。感情に動かされ、時機を失した決断となった。ここまで作戦を先延ばしにしてきた大本営は、決行の報を受けると、儀列空挺隊に大きな期待を寄せた。5月19日、第6航空軍司令部で会議が開かれ、儀列空挺隊指揮官奥山大尉、第3飛行隊編隊長諏訪部大尉など作戦参加の責任者が集い、作戦計画が決定した。儀列空挺隊は当初の B29 破壊訓練と硫黄島突入訓練で大型から小型まで全ての敵機に対応する破壊技術を身につけていた。主任務は米軍飛行場の撃滅と海岸の揚陸物資の破壊とされ、目的達成後は戦場を離脱、読谷飛行場東北に結集しての第2期攻撃であったが、儀列空挺隊に求められているものは航空特攻障壁排除のため敵飛行場の機能を奪う特攻のための特攻だった。空挺隊員は日本軍では数少ない100式機関単銃や89式重敵弾頭など各種消火器で重武装し、手榴弾十数発を詰めた弾体や雑嚢、
破口爆雷、2キロ絵付き爆薬など破壊機材、装備が用意された。諜報任務の命令がなかった空挺隊諜報員は、正規任務後、ゲリラ、謀略戦を行う方針で作戦に臨んだ。第3独立飛行隊搭乗員32名は、サイパン島攻撃計画では強行着陸後、敵の B29 ダッシュが任務であったが、沖縄では全員が奥山大尉の指揮下、地上戦参加が決められた。奥山大尉は、飛行隊員まで道連れは忍びない。諏訪部隊に、なんとか友軍の占領地まで脱出してみろと何度も勧めた。しかし、諏訪部隊は、未練の残ることはやめましょうと儀列空挺隊と共に戦うことを望んだ。隊員は97式重爆撃機12機に分乗、1機に14名、飛行隊員2、3名、空挺隊員11、2名と決まった。空挺隊出撃が決まり、撮影隊が訓練の撮影に訪れた。撮影隊は真っ黒く日焼けし、眼光だけが異常に鋭い儀列空挺隊員の風貌に驚いた。その訓練も、闇夜の滑走路を合図の呼び子だけで自由に進退し、集合離散も速やかで、忍者のように忍び込み工作する様子にさらに驚いた。また、第3独立飛行隊の飛行技術も非常に高く、米軍のレーダーを避けるため、羅針儀一つで闇夜の海上5メートルを飛行してみせた。超低空を飛行する97式重爆は波でプロペラがちぎれたり、鳥の死骸が機体に飛び込んでくることもざらであった。仕事柄、他隊の訓練を見てきた撮影隊だったが、空挺隊の精強さと飛行隊の操縦技術に衝撃を受けた。出撃は5月22日夜に決まり、奥山隊は最後の訓示をした。出撃にあたり、隊長として最後の訓示を与える。待望の出撃の日はついに到来した。平成、訓練の成果を発揮して、敵アメリカの進胆を進海し、全軍決勝の先駆けとなるはまさに今日である。儀列空挺隊の出撃の報告を受けた沖縄の第32軍司令官牛島中将は、儀列空挺隊に向け感謝の電報を発した。壮烈有効なる義号並びに菊水7号作戦の実施を感謝し、中心より必勝を記念する。軍が目下成し得る限りの努力をなし、これに策応を期しつつあり。出撃予定の22日は天候不順で23日に延期。23日も雨天が続いて再延期となり、5月24日、天候が回復し出撃が決まった。直前、奥山隊に少佐昇進の内示があった。大尉は少佐の階級章をつけることなく、両肩の大尉の階級章も外し、見送りに来た挺身第一連隊長中山勇大佐に託した。18時50分、12機の97式重爆に分散した126名の儀列空挺隊が県軍飛行場を飛び立った。司令部。出撃から3時間が過ぎ、第6航空軍司令部は重苦しい雰囲気に包まれていた。予定では21時10分、沖縄西方海上での返信時、22時、沖縄本島到着時、突入時の3回、実行部隊からの無線報告が決められていたが、22時を過ぎても通信はなかった。司令部に不安が広がり始めた22時11分、奥山隊長機から奥奥奥、着いた着いた着いたと無線が入った。司令部に
歓声が上がった。次の無線が待たれたが、それが儀列空挺隊唯一の通信となった。第3独立飛行隊を先導した第60戦隊4式重爆撃機杉森機から予定通り儀列空挺隊突入前に照明弾2発投下の報告が入った。しかし杉森機の通信もそのまま途絶えた。その後重爆隊から6機が沖縄の北飛行場、さらに2機が中飛行場に着陸の報告が届き、司令部は突入を確信した。また平文で飛び交う米軍の通信から混乱する様子がうかがえた。傍受した電文は、読谷飛行場異変あり、在空機は着陸するな、当該飛行場を利用せよと敵基地の異常を知らせていた。中には空母に誘導するため機動部隊の位置を暴露する管制官もいた。米軍の混乱状態から儀列空挺隊の攻撃実施を判断した司令官菅原中将は24時大本営に作戦成功の第一報を入れた。翌5月25日、100式司令部偵察機が沖縄を偵察した。読谷飛行場は機能喪失、嘉手納飛行場は使用制限を受けている様子で、同日もなお儀列空挺隊は飛行場付近で関東中と判断された。突入部隊、義号作戦参加の97式重爆、4式重爆、99軽爆は沖縄を目指した。途中、空挺隊の分乗する97式重爆4機がエンジントラブルで引き返したが、残りの8機で作戦を継続。沖縄北方伊江島の方角から沖縄本島に超低空で侵入した。米軍に発見され対空砲火を受けながら、爆撃隊は予定通り読谷、嘉手納両飛行場に制圧爆撃を加えた。第3独立飛行隊8機は着陸態勢に入り、第60戦隊は突入に合わせて照明弾2発を投下した。着陸の意図を察した敵は儀列空挺隊の登場する機体に攻撃を集中。諏訪部隊、奥山隊の1番機は撃墜された。読谷飛行場、読谷突入を試みた5機のうち3機が撃墜され、被弾で着陸の望みがなくなった1機は高射砲に機体ごと突っ込んだ。中野学校出身原田信明少尉登場する4番機だけが猛烈な対空砲火をかいくぐり、滑走路に胴体着陸を成功させた。体中に武器を巻きつけた儀列空挺隊員8名は4番機から飛び出し、破壊工作のため発砲に散った。一部の隊員はジープで駆けつけた敵を退け、管制塔制圧に向かった。隊員の一人は管制塔近くで鉢合わせた敵の銃弾に倒れ、遅れて管制塔に突入した隊員はサーチライトのスイッチに手を伸ばす米兵を発見。射殺して未然に防いだ。多くの米兵はパニックに陥り、四方八方に向けてあらゆる火器を発砲していたが、生存している空挺隊員は破壊工作を続けた。読谷飛行場に居合わせた米従軍記者はその状況を地獄さながらの混乱と記述した。戦闘開始から1時間、海兵隊の増援部隊が到着。敵中わずか数名で破壊と戦闘を続けていた儀列空挺隊員は一人また一人と討ち取られ、飛行場の大混乱は収束していった。米軍海兵隊の記録では、儀列空挺隊の破壊工作により、米軍機破壊炎上9機、損傷29機、破壊された C-47 1機はチェスターニミッツ海軍元帥の幕僚チャールズ・J・ムーア少将の上記だった。燃料集積所のドラム缶600本、7万ガロンのガソリンが焼き払われ、2名が戦死、
18名が負傷。また、97式重爆の高射砲突入で海兵隊員8名が戦死した。陸海軍爆撃機は空挺隊突入と同時に伊江島飛行場を爆撃。死傷者60名の損害を与えている。読谷飛行場はこのダメージで翌朝8時まで使用不能となった。25日13時、揚陸物資を攻撃するため海岸線までたどり着いた空挺隊員1名が残波岬で敵弾に倒れた。この隊員を最後に義列空挺隊は全滅したと言われるが、沖縄方面陸軍作戦によると、空挺隊員1名は敵中を突破し、6月12日頃、島尻南部の串村付近に到着。軍司令部に状況報告したと記されている。第6航空軍司令部に着陸が報告された8機中、残りの3機は米軍の記録にない。突入に成功したのは原田少尉の4番機だけだが、嘉手納飛行場は使用できない、空母に着艦せよという米軍の無線を傍受。嘉手納の損害が確認されている。第32軍は義号作戦の突入で、読谷、嘉手納両飛行場から上がる火の手を視認した。米軍から優れた戦術家と評価された第32軍高級参謀矢原大佐は、軍の防御戦闘には痛くも痒くもない事件である。むしろ奥山隊以下120名の有志は北中飛行場でなく小禄飛行場に降下して直接軍の戦闘に参加してもらった方が数倍嬉しかったと冷静に判断している。一方、32軍の将兵は義列空挺隊や連日飛来する特攻機から地上部隊よ頑張れ、今夜もまた我々がやってきたぞと語りかけられているように感じ、死闘を戦うのは我々だけではないとの思いを抱いている。義号作戦で突入した日本兵の遺体は読谷飛行場で13名、飛行場周辺で撃墜された他の4機は全員が炎上した機体内や周辺で死亡が確認された。空挺隊員の遺体から発見された地図には米軍パイロットのテントの位置まで記されていた。詳細な内容に驚いた米軍はスパイ対策を強化した。義列空挺隊の遺体は米海軍設営隊に埋葬された。突入翌日5月25日、また天候が崩れ、その後数日回復しなかった。敵飛行場が混乱し、機能を失っている間に行う予定の航空特攻は少数にとどまり、義号作戦の成果は十分に活かせなかった。菅原司令官は、後続をなさず誠に惜しきことなり、尻切れとんぼなり、引き続く特攻隊の投入、天候関係などいずれも意に任せず、これまた遺憾なりと日記に記した。それでも損害を受けた米海兵隊の戦闘機は迎撃任務復帰に時間を要し、数少ない特攻機が撃沈、中型揚陸艦1、再起不能、掃海駆逐艦1、輸送駆逐艦2、掃海艦1、他艦船7に損害を与えている。米軍評価。実際に戦闘した海兵隊はあと 1,2 機突入に成功していれば驚異的な損害を生じていたと報告し、戦略爆撃調査団の報告書では、連合軍飛行場への特攻攻撃と題し、1機の空挺隊員による飛行場奇襲が相当な成果を上げたと予想外の特殊攻撃に衝撃を受けている。奥山隊は昭和20年6月10日付で少佐に進級。同月15日、戦士認定され、2階級特進、大佐となった。
戦後、生き残った義列空挺隊員数名が菅原元司令の家に向かった。菅原司令は義列空挺隊員はじめ多くの特攻兵を送り出し、最後の一騎で後を追うと言いながら自決もせず生きながらえていた。埼玉県飯能市。元司令の家があるはずの場所には物置にしか見えない傾いたバラック小屋があった。そこに元司令と家族は居住していた。玄関はなく、畳もない御座敷の床で菅原家の妻女は誠実に応対した。元司令は死んでいった義列空挺隊員、特攻隊員に申し訳ないと真摯な態度で接した。講義に訪れた元隊員たちは誰も何も言うことなく菅原宅を後にした。義列空挺隊が出撃した県軍の地にある陸上自衛隊県軍駐屯地では、毎年5月24日を基準日として義列空挺隊の慰霊祭が開催されている。